こんにちは。今日はカーディガンを作っていきます。太い糸を使ってざっくりと編んでいきます。とても着心地が良くて可愛く出来上がります。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのアクリルヤーン、色はブラウン、50g で96メートル。材質はアクリル。使用界隈の目安は 5.8 から 6.2 ミリ。この糸を使って編んでいきます。針は7ミリを使います。あとはマーカーととじ針を使います。でこの糸は太くてしっかりとしていて、で太さはだいたい 2.5 ミリ。この糸を使って編んでいきます。今回の作り方は、まず襟ぐりを編んでいきます。首がこんな風にあったら、この横からこっちが背中で、こっちが胸の方、この半分から背中の方、ここから鎖編んで、次に長編み、これを繰り返していきます。で鎖の数は、私はこの太さで編んで28、鎖を28編んで、こんな感じでマーカーをつけます。ここ、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 ここ。4点にマーカーをつけて広がるように編んでスタートします。私は女性ものの L サイズで、これぐらいのサイズにします。同じ糸で編む場合には、L サイズの方は同じぐらい、S サイズの方は少し鎖の数を減らします。少しだけのサイズ変更なので、ここから一つ、ここから一つ、ここから一つ。逆にもう少しだけ大きくする場合には、ここにプラス1、プラス1、プラス1ぐらい。これぐらいで変更すると大丈夫かと思います。全く違う糸で編む場合には、だいたいこれぐらいの比率で編んでいきます。これに近いものであれば、大体で大丈夫です。で私はまず鎖28。この鎖は普通ぐらいで編んでいきます。このまま必要な数まで鎖を編んでいきます。鎖を28編んできました。この状態で長さは22センチ。次はこの4点にマーカーをつけます。まず端から1つ目にマーカー、ここマーカーの次から数えていきます。マーカーの次から1、2、3、4、5、6、7。7個の次にマーカー。これがここ。この間は7。次にマーカーをつけて、このマーカーとマーカーの間は10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10個編んでマーカー。この間は10。次またこの間は7。1、2、3、4、5、6、7。で、次にマーカーがついています。ここ。これで4点にマーカーがつきました。こ
この4点で長編み3つ。ここは普通の長編み。一つに一つの長編み。このマーカーのところだけ長編み3つ。こっちも3つ。これでマントのように広がっていきます。まず1段目。少し大きな鎖1つ。1、裏返します。1つ戻ってマーカーのところ。ここに長編み3つ。この裏の糸が盛り上がっているところ、裏山に長編み3つ、針から1、2、ここ、長編み、これが1つ目の長編み。普段は鎖3つで1つ目の長編みの代わりにするんですが、今回はこれが端の長編み、1つ目の長編み。最初ちょっと見分けにくいのでマーカーをつけておきます。この針のすぐ下、2本の糸の下で、同じところにあと2つ、全部で3つにします。同じところ、これで3つ真ん中にマーカーをつけます。次から1つに1つずつ普通の長編み、隣、マーカーの手前まで来ました。マーカーのところに長編み3つ。1、2、3で、3つのうちの真ん中。次から1つに1つずつ普通の長編み、このまま長編みをして、マーカーのところでは3つ、またマーカーのところでは3つ、ここまで編んでいきます。端まで来ました。端の鎖には長編み3つ、3つのうちの真ん中にマーカーをつけました。これで1段目が終わりました。次は2段目。大きな鎖1つ、裏返します。根元に長編み、これが端の長編み。で、次はマーカーのところ。マーカーのところは長編み3つ。まず1つ目。
1つ目、次は2つ目。2つ目の長編みをする代わりに鎖1つで長編み、これでマーカーのついていたところに長編み、鎖、長編み、マーカーをつけておきます。で、次も長編みの代わりに鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目に長編み、この2段目は鎖と長編みを順番に編んで方眼編みにしていきます。ここは三角ですが他は四角。次も鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目、鎖、で次も足元1つ飛ばします。鎖1つと足元1つ飛ばして2つ目、1、2、2つ目はマーカーのところ、3つ編みたいので次は鎖1つ、同じところに長編み、1つに長編み、鎖、長編み、次からもまた順番に鎖1、2、鎖1、2、これを繰り返していきます。ここも3つ編むと考えて順番に編んでいきます。3つ目のマーカーのところでは少しパターンが違っているので一緒にやっていきます。今長編み、次はすぐマーカー、長編みの次に鎖で、ここには3つ編みたいのでこの鎖が1つ目、次は2つ目、3つ目は鎖1つで、足元1つ飛ばして2つ目、長編み、鎖と長編みを交互に編んでいきます。で、3つの真ん中は長編みをしています。ここに付け替えます。また同じ鎖、足元1つ飛ばして次はこのマーカーのところ、1、2、次は鎖で、マーカーのところには3つ目で、ここがマーカーのところで、次はここが端の長編み、これからそれぞれの段の終わりでは最後の長編みに
長編み2つ。はじめは長編み1つ。最後は長編み2つにします。ここだけ、ここにマーカーをつけているので、ここに長編み。もう一つ。これで端の長編みに2つ。最初は1つに1つ。最後は1つに2つ。1段目はそのまま。2段目以降はずっとこういう感じで編んでいきます。次は3段目。また大きな鎖1つと裏返して長編み。段の最初は1つに1つ。次の長編みに長編み。この奇数段はずっと長編み。偶数段は鎖と長編み。次も長編み。で、マーカーのところは3つ。マーカーはこの長編みと鎖長編みの間。ここに3つ。1、2、3。で、3つの真ん中。で、長編みの上。次はこの四角、鎖の下に針を入れて長編み。長編み、四角、長編み、四角、長編み、四角、長編みで四角。このマーカーのところに3つ。これで3つ角ができました。3つのうちの真ん中。次からも長編み、四角、長編み、四角、でこのまま次のマーカーのところ、次のマーカーのところではこの真ん中に長編み3つで、また1つずつで、このマーカーのところに3つで、ここぐらいまで編んでいきます。3段目の端まで来ました。ここには長編み3つ、マーカーをつけました。次はこの長編みの上、長編みの上に長編み。次は端の長編み。段の最後は長編みの上に2つ長編みをします。
このマーカーをつけていたところ、まず1つ目、同じところに2つ目、これで3段目が終わりました。次は4段目、大きな鎖1つ、裏返して鎖の根元、マーカー、次から1つずつ、ただ次は長編み1つ、この端は長編み2つにして、ここから四角を作っていきます。鎖1、2、次はマーカー、鎖1つ、1つ目は鎖、2つ目は長編み、次は鎖で、ここに鎖、長編み、鎖とあるので、真ん中の長編みにマーカー、次は足元1つ飛ばして2つ目、四角を作っていきます。これはずっと同じです。これを端まで編んで、端ではこの最後の長編みに長編み2つで、次の段は鎖1つ、長編みで編んでいきます。この四角と長編みだけを繰り返していきます。これでしばらく編んでいきます。17段編んできました。長さは29センチ。この長さの決め方は、まずこの状態で肩にかけてみて、この角、こことここが脇の下の部分でちょっと接するぐらいにします。腕を通してちょっと接するか、あとゆったりサイズにしたいときにはもう少し、これぐらいのサイズにします。これが腕が通るとこなので、あまりきつくない方がいいかと思います。それと2つ目の条件は、こんな感じで重ねて、この部分が重なることが条件です。で、胸が豊かな方とか、あとゆったりサイズにしたいときにはもうちょっと深めに重なるといいと思います。切ると少しこんな感じで開きます。もう一つ、最後は長編みだけの段で終わります。表と裏を確認します。長編みだけの段が表、こっちが表になります。そうすると最初も長編みだけの段になります。で、次はこの脇の下の部分、マーカーとマーカーの間を鎖でつないで、これを袖ぐりにします。表を上にして、この上下を逆にします。で、ここが前で、こっちが脇の下に当たります。
こっちとこっちをつなぎます。で、こっちとこっちをつなぎます。で、わかりやすいように片方の色を変えます。私はこっちをブルーから白、3つの真ん中、こっちも3つの真ん中、で、次はこれをつなぎます。で、この糸は切らずに休めておきます。で、どちら側から鎖を編んでも大丈夫です。私はこちら側から編んでいきます。この右側からスタートします。表を上にして新しい糸を出してきて、糸端を少し長めにして結びます。で、同じところ、ここから鎖4つ、1、2、3、4、1、2、3、4。で、次はこっち。ここをたどりながら、こっちのマーカーで表から針を入れます。引き抜いて鎖一つを編むようにして糸を切ります。この時も少し長め。これで袖ぐりができました。次はもう一方、表を上にして、でこの右側から新しい糸、同じところ鎖4つ、1、2、3、4で、反対側たどって表から引き抜いて鎖1つ、少し長め、これで袖ぐりができました。上下を逆にして、今糸が出ているところから続けて編んでいきます。模様を続けていきたいので、今長編みだけの段、次はこの四角を編むときには裏返して内側から編んでいきます。で、まず根元に長編みと、で次はすぐ四角、ここに余裕があったら四角にしたいと思います。で、四角を続けていきます。四角がずれないように四角を作っていきます。1、2、これで四角で、後で見分けにくくなりそうだったらマーカー、次も四角、
この四角がずれないように編んでいきます。このままこの鎖の手前まで編んでいきます。鎖の手前まで来ました。今長編みを編んで足元一つ飛ばして、次はここには鎖が4つ。1つ目はここ。1、2。で、この時は上が2本。1、2。下は1本。これで四角ができました。次も四角。1、2。次も四角。足元一つ飛ばして2つ目。次も四角。1、2。この糸足は残しておきます。で、1、2。これで四角がつながりました。下と四角がずれないようになっています。このまま四角を編んでいきます。次の鎖の手前まで編んでいきます。もう一方の鎖の手前まで来ました。今長編み1つ、鎖、足元1つ飛ばして2つ目に鎖。ここには鎖が4つ。ここに長編み、鎖、1、2。鎖、1、2。鎖、1、2。これで四角が揃いました。このまま端まで編んでいきます。四角を編んで端まで来ました。今までは端の長編みには長編み2つ編んだんですが、これからは1つに1つ。今ここに長編みを編んでいて、次はここに1つだけ。今までは斜めに編んできたんですが、これからはまっすぐ編んでいきます。次はこの長編みだけ。長編みの上、ここからは今までと同じです。このままずっと長編みだけ。この袖は編まないで、ずっとこの胴体部分だけ編んでいきます。ここまで来たら、次は四角。ここと揃うように編んでいきます。このまま好みの長さになるまで編んでいきます。今この部分を編んでいる途中です。一旦休んで、次は袖を説明します。袖も同じように交互に編んでいきます。ここは長編みだけ。次は四角を編んでいきます。四角を編むときには
内側から編んでいきます。こっちは表で、こっちは裏。裏から編んでいくことになります。袖の脇の下の部分からスタートします。脇の下の部分には四角が3つ。この真ん中の四角のこの長編み、この長編みの上からスタートします。で、同じところ糸を出して鎖2つ、1、2、次は表から見てこの四角を続けていきたいので、この上に未完成の長編み、この上とこの上で四角を作るので、この四角のこの長編みの延長線上、ここに未完成の長編み、内側から編んでいきます。今鎖2つ、次は未完成の長編み、ここに未完成の長編みで、鎖2つと未完成の長編みを一度に引き抜きます。でここにマーカーをつけておきます。次からは下と同じように四角、鎖1つと1、2、これで四角がずれなくて続いています。これで一周します。内側から四角はできました。ここがスタートしたところ、今ここまで長編みをしています。ここにも三角を作ります。最初にこっちで三角からスタートしました。ぐるっと編んで最後ここも三角で終わります。で最初の方はこの四角の右側、こことこの四角のこの長編みの延長線上、ここに未完成の長編みを編みました。こっちで見るとこの四角3つのこの長編みの上、ここにも未完成の長編みで、あとここにも未完成の長編み、裏から見るとここに未完成の長編み、ここにも未完成の長編み、一度に引き抜いて三角にします。今ここが長編みになっているので少しほどいて未完成の長編みの状態。次はこの四角のこの長編み、ここに未完成の長編み、もしややこしかったら大体で大丈夫です。未完成の長編み2つ一度に引き抜いて、これで三角ができました。で最後はこのマーカーのところ、ここは四角を作って終わりにします。鎖1つ、
マーカーのところ、これで三角、四角、三角。次は長編みだけ。鎖3つ。1、2、3。裏返します。で、外側から編んでいきます。鎖の隣、四角の中。次はこの三角の上、四角の中、長編み、これで模様が交互になりました。これで一周します。長編みで一周編んできました。これは最後の四角。最後の四角に長編み一つ。これは最初の三角。三角の上には鎖があるので、鎖の下から3つ目。ここに引き抜いて、上が2本で下は1本つながりました。次はまた四角。ここからずっと数は変わらずに同じ幅で編んでいきます。まず鎖4つ。1、2、3、4。1、2、3、4。裏返して内側から編んでいきます。鎖の根元はここ。この次から数えて1、2。これで四角。下と四角の位置が揃っています。次からも同じ。これで一周します。四角で一周してきました。最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。これで四角がつながりました。次は裏返して外側から編んでいきます。鎖3つで、隣に長編み、このままずっと長編みだけ。最後は鎖の下から3つ目で引き抜きます。これをしばらく繰り返していきます。袖と胴体部分を編んできました。この長さは脇の下から測って36センチ、20段。袖はここから測って69センチ。ここもこの部分から測って20段。ちなみにこの袖のこの部分は17センチ。斜めの部分は30センチの35センチ。私はこれぐらいの長さにします。袖の長さはご自身のサイズに合わせてください。で、この長さはお好みにします。もっと長くてもいいと思います。その時も最後は長編みだけの段にします。ここで終わりにします。で、次はこの周りを細編みで一周します。ここが
このポイント、糸が出ています。ここからスタートして、でこの長編みには長編み1つに細編み2つ、ここも2つ2つと編んでいきます。で細編みの部分、ここは細編み1つずつ、この斜めのところも1つに2つでくるっと編んで、こっちのここは細編み3つ、ここだけ3つ、こっちも3つにします。で裾は1つずつぐるっと編んでいきます。糸の出ているところから続けて編んでいきます。まず鎖1つ、根元に細編み、これが1つ目。後で一周してからここにまた細編みをプラスします。この長編みの隣、ここかここぐらいになるべく目立たないように細編みをします。これで2つ。次もここに2つ。1、2、次も2つ。あまりきつくならないように編んでいきます。このまま細編みを続けて、ここからも同じように2つ2つと編んでいきます。ここは編み始めたところ、ここでも同じ、ここまで編んでいきます。ここからスタートして反対側の角まで来ました。こっちは裾、これが最後の長編み。この長編みの隣に細編み1つ、ここぐらいに、次はこの長編みの下、ここに細編み3つ、まず1、2、3、これで角ができました。次から裾、一つに一つの細編み、このまま細編みを続けてスタートしたところまで編んでいきます。一周編んできました。ここは一つ目の細編み、同じところに細編みを2つ、ここに1、2、一つ目の細編みに引き抜きます。これで角ができました。次は鎖と細編みで飾り編みをしていきます。まず鎖1つ、根元に細編み、1つ目の細編み、次は鎖2つ、1、2、足元1つ飛ばして2つ目に細編み、1、2、
これで細編み、鎖2つ細編み、これを繰り返していきます。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、こんな感じで編んでいきます。このまま続けます。ずっと同じように続けて、この首のところでも同じ鎖2つと細編み編んでいって、こっちも同じ。この角だけ少し間隔を変えたりしながら、ちょうど好みの感じになるように調節します。ここも編んだら最初のところまで戻っていきます。一周してきました。これが最後の細編み、これが最初の細編み。この間に鎖1つにします。この間隔が離れていたら2つで大丈夫です。ここはちょっと狭かったので鎖1つにして、最初の細編みに引き抜きます。引き抜いてつながりました。鎖1つで糸を切ります。でこれを裏に隠します。で同じように袖も最後の飾り編みをしていきます。今最後に長編みだけ、次に細編み1周、その上にこの鎖と細編みで飾りを編んでいきます。袖も最後は長編みだけ、次に細編み1周編んで、ここも鎖、最初の細編みに引き抜いて、次は鎖1つと細編み、次から鎖2つ、足元1つ飛ばして2つ目、これで1周します。最後は引き抜いて、また針で裏に隠します。で脇の下をつなぐ時の脇の下を鎖でつなぎました。その時少し長めに糸端を残しています。この糸端の出ているところ、ここは鎖を編む時にスタートしたところ、この長編みが少し広がって穴が目立つ時があるので、この部分をこの糸端を使って整えてしっかりとさせます。その他にももし乱れているところがあったら、この糸端で簡単に隠したいと思います。大丈夫だったらしなくても大丈夫です。この部分が
たないところに隠します。でこっちも同じ。この部分が広がっている時にはこれを使って整えます。であとは糸端を隠して出来上がりです。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。こんな感じになっています。でサイズを測りました。袖は襟ぐりから70センチ、脇の下から37センチ、この斜めのライン、ここは30センチ、そこから裾までは36センチ、袖は17センチ、使った糸の重さは400グラム。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。